全部の色の調和が合ってるめぐちゃんっぽい。すいません、おでんカラーなんです申し訳ありません。しみしみおでん、しみしみしてるなんですよ。これね、600枚書いたの。600枚そう1900年代の初期の。じゃあもう100年くらい経ってるんだ。はい、こんにちは、シトレです。今日はですね、久々だよね、珠玉、はい、久々の珠玉の5選でございます。そして私のめぐちゃんでございます。よろしくお願いします。めぐちゃんはスエルヴィンテージ原宿って言っていいのかな。はい、そうです。原宿でやっているんですけども、世田谷線巡りなどなどいろいろお世話になっておるんですけども、そんなめぐちゃんの珠玉の5選をちょっと聞いてみたいなというところなんですけども、はい、やっぱなんかレアな古着なのか、それともハードル上げないで本当にハードル上げないで本当に悩んで、すごい悩んだの。昨日今朝も明智くんに紹介したら6個あって、あれで1個削ったらまたもう1個あって、結局7個あったっていうのから5個に絞ります。もう一回絞りました。そうなんですよ。じゃあ珠玉の本当珠玉オブザ珠玉ですね。いや、ハードル上げないでください本当に。じゃあ1個目は、はい、まずこちらのジャケットなんですけど、これはもう5、6年ぐらいコラボレーションお取り組みさせてもらってるジョンブルが今ヘラクレスっていう、なんかヴィンテージ好きはすごい知ってるんですけど、本当に大昔のワークウェアなんですけど、それを今取り扱っているんですが、ここをちょっと私っぽくアレンジして、全部これはそう穀物の袋があるんですよ。見栄えも可愛くて、で結構アメリカだとその袋をリメイクしてお洋服にしたりとかバッグにしたりとかっていう風に売られてたりもするんですけど、ちょっとそれを元にして、このジャケットに落とし込んだんです。これがその袋に書いてあった絵ってこと？そうであえてここに乗っかってちょっとかすれるようにしてもらったっていう、ちょっとこの重なったところがそうで、この上にももうあえてやっちゃってくださいっていう感じで、なるほどなるほど、なんかこうちょっと切れる感じであえて、かつ、ここにタギングを文字を入れてるんです。これ全部私の手書き。最近めぐみさんこれよくやってるじゃないですか。そうなんです。去年くらいから始まった。もともとこのセレモニーパンツ、れいちゃんも YouTube で紹介してくれたパンツに書くっていうのはもう2年前からやっていて、でなぜかこの書くっていうので呼んでいただいたりとかすることが最近増えて、ストリートに壁とかにこうパーって書いてあるじゃないですか、あれがルーツなんですけど、なんかそれをちょっと私っぽくなんか女子でも着れるようにいかつくないようにちょっとアレンジして書いていて、ポジティブな感じのメッセージを書くようにしてて、あとはなんかファッションの偉人のココ・シャネルとか、サンローランとかのなんか名言とか、あとスヌーピーが結構いいこと言うのよ。言うね。言うでしょ。言うね。なんかそれを書いたりとかすることが多くて、リクエストに応えたりもするんだけど、これね600枚書いたの。600枚そう600枚、もうその意味で私の中では本当珠玉中の珠玉というか。そうだね、珠玉の修行ですね、それね。そうなの、修行だったの。どれくらい時間かかるの？丸々2日ずっと合宿ですよ。そうだね、ずっともうこんなモリモリであって頑張った私っていう、頑張った去年の頑張りが、そう本当忘れないこのジャケットはって思う。そうだね、しかもこれ結構ヘビーユースできそうな感じだもんね。そう柔らかいしね、みんな結構お客さん来てくれて、来てくれたお店にもう書き足してあげたりして。いいね、それもまたなんかこうオリジナリティが出てきて、じゃあ次は、はい、次はこちらのカーディガンなんですが、古着？結構なんかいい感じのコンディション、古いんです。結構なボロというか、すごいでしょ。差し子みたいなのになってる。そうなの。これはピッツで翼くんのところ、翼くんのところで買わせてもらったんですけど、あれだね、金ちゃんの原宿ツアーした時のピッツですね。1900年代の初期の。じゃあもう100年くらい経ってるの。ドイツのものみたいで、これがコットンというところに惚れて、多分ウールだったら買ってないです。なんでなんかコットンってなくないですか？この年代でコットンでこれでこの状態で残ってるっていうのもすごいなと思って、そもそもでもコットンのニットが好きなんです私。それでこのリペアをこんだけがっつりされてて、そうだね、まだ着れるっていうのが、もうなんか尊いなと思って一回やめたんですよ、買うの。値段も結構したので、でも一回帰ってもう一回戻って買ったのかな、なんかそんな経緯が一回ちょっと落ち着いて、でもやっぱ欲しいみたいな。
義理の母はびっくりしてたけどね。あれみたいな。なんか直そうかみたいな、いいのいいのみたいな。アート性もあるよね、なんかね。あるね。なんかもうだって再現できないもん。もうこれは本当お気に入りです。はい、次は。はい、次はこちらのほう。ミュウミュウの靴なんですが、これ結構めぐちゃん履いてるイメージがある。私しょっちゅう履いてるでしょ。これはブラウンなんですが、実は私ブラックも持っていて。あなた今それ履いてたじゃないですか。今脱いだんですけど、そうなんですよ。3年前に買ったんですよ、これをまず。茶色を最初に買ったのね。そうですごい私インスタの広告に出てきて、何これ可愛いと思って気になってたの。でも高いしな、ミュウミュウだしな、私っぽくないなとか思って一回諦めたのね。でどんどんその広告出てくるじゃん。煽るように。一回見るとね。お前これ忘れてないか、お前気に入ってるだろみたいな感じの、分かってるからみたいな感じで見てて、で私北海道にスノーボードに行ったの。でその時に休憩でランチ食べてる時に見てたらまた出てきたね。なんか北海道追いかけてくるやん。北海道まで来るかと思って、でなんとなくほら詳細に飛んだのよ。もう全部×になってるサイズが。ございませんよと。ってなって、ほらなんかさ、ダメになるとさ欲しくなるじゃん。わかる。この女のもうないみたいな。女性特有のあれです。もうスノボどこじゃないと思って。ただ旦那がどうしたの？いやミュウミュウがもうない。でも高いし買えばいいじゃんっていう。何つった今？男前。買っていいの？で誕生日だったから、いいよプレゼントに買ってあげる。男前いい旦那。買うモードにシフトして、もう滑らずずっともう在庫伊勢丹新宿とかわかんない、まだオープンしてないとかやって、もう山頂に行ってまでもしもしってやってました。電波入ったですね。電波入るの。かろうじて入ってミュウミュウ青山店とかもそう電話しまくって、でもうちょっと繋がんないかな、ゴーちゃんにね、秋元剛君に、はい、ミュウミュウね、すごいお買い物してたからゴーちゃんに聞いて、はい、いろいろな担当の方に繋いでもらったりして、無事ゲットできたっていう経緯がございまして、皆様の力を借りて、はい、そうなんです。ここにあるんです。私全部古着が多いので、これぐらいのちょっとドレッシーさをちょっとこうまとってるものだと、いい塩梅にしてくれるっていうのがあって、大人の女性のあえての古着みたいな。そうなんです。うまいこと言いました。ありがとうございます。そこなんです。大人のそう感じに出せるんですよ。で、あんまり足元主張せず、すっとこうなんか抜けてくれるというか、なんかそのね、塩梅でめっちゃ履いてます。なるほど。次はですね、このキャサリン・ハムネットのステンカラーのコートなんですけど、はい、今ちょっと私キャサリン・ハムネットのお手伝いをさせてもらったりしてる経緯で、早く商品を見れる、その段階からも一目惚れしても絶対買いますって言ってた1枚ですごいシンプルなんだけど、そうだね、そうすごい普通の、ちょっと今日着てきちゃったからさ、ごめんなさい、シワシワだしなんかほこりついてるんだけど、それくらい愛着があるってことですね。メンズサイズのものを着てるざっくり感はあるんだけど、今っぽくちょっとどこかしてくれるというか、すごいあるんだけど、わかります？このわかります。ザクな感じなんだけど、程よくないですか？でもちょっと女らしさもあり、なんかやぼったすぎないというか、わかる。なんかちょっと今っぽくないですか？でも今っぽすぎるのも私嫌なんですよ。こうボクシーのシルエットの、わかる？トレンドですね。そうそうそう、なんか袖もちょっとバーンってなってるとか、もう本当なんかシンプルでいいんだけど、なんか今っぽく着れる、おじさん臭くならないというか、なんだろうね、ここのラインなのかな、すごい綺麗に見える。なんかもう本当秀逸な、なんかね、うまいね、うまいよね。この色とあとこの裏地も、裏地いいね。ここだけめっちゃ可愛いじゃんこれね。このネイビーのパイピン可愛い。そうで、なんかルックではこれ裏返しにしてモデルさんが着てるのとかあって、もうこれはちょっと出会えないなと思って。どっかで買えるんですよ。キャサリンは今ショップはないんだけど、セレクトショップさんとか、あとでもショールームがあって、そちらにアポイント入れれば購入できる。オンラインとかは？オンラインはね今ないんですよ。ないんだ。ただこれはねもう完売してるかも。まあちょっと調べてもろて。はい、そうなんです。じゃあ5番目は？はい、
こちらの LL ビンのトートですね。これめぐちゃん使ってるイメージある、めちゃくちゃ使っております。これ多分私10年以上前に買ってるんですけど、この筆記体のタグなんですね。これ古くって多分60年代後半ぐらいだと思うんですが、結構古いんだ。そうなんです、そうなんです。当時ね、多分どっかの古着屋さんに通販してもらった記憶があるんです。でその時でも多分4万ぐらいだったのかな。でも今下手すると20万とかするんですよ。LLB 今高騰してるよね。ヴィンテージ LLB。どうしてもこのスッとしたやつが欲しくて、このカラーが、その当時もめちゃくちゃ探して、やっと見つけたっていう1個なんですけど、でも取っ手がやっぱボロボロなので、バンダナを巻いて、なるほど、補強してみたいな。夏とかね、本当汗まみれになっちゃうので。確かに確かに。そうへえ、愛着。そう、すごい。これなくなると本当に困る。全部の色の調和が合ってるから、めぐちゃんっぽい。すいません、おでんカラーなんです。申し訳ありません。しみしみおでん。しみしみしてるんですよ。ごめんなさい。美味しそうなんですよ。揚げ物とかではない、おでんから。おでんです。おでん。しみしみてるおでんなんです。パンチがある方じゃなくてね、じわっとくる方ね。そうなんです。私の中でこれ出ると思ってたの。すいません。私は持ってるんでけど、でもちょっと待って、これね、ベスト。去年の夏だっけ、あれ、夏くらいにめぐちゃんの新しいプロジェクトスタートして、名前なんだっけ、ビルトノットボートっていうないなら作っちゃおう的な意味合いの、なんか3人くらいでなんか物を作ってんだけど、絶対あると思ったの。すいません、ちょっと悩みまして、やめてしまったんですが、着てきました。でもね、ちょっと素材違います。そう、なんか今まではダックだったんだけど、今回レザーでもう一点物で。私ベージュ持ってんだけど。そうだね。めっちゃ使える。嬉しい。レイちゃんよく着てくれてるもんね。めっちゃ使う、めっちゃ使う。いつ発売？これはね、3月8日にまた販売のイベントをする予定で。詳細はインスタとか見ればわかる。はい、インスタにアップしますので。はい、スウェルの。あと私の個人の方でも。はい、めぐちゃんの珠玉の5選見せてもらったんですけども、どれもそれぞれエピソードがあって面白かった。ありがとうございました。個人的にはこれに一番キュンしました。そうだよね、これは本当にないと思う。ね、見れば見るほどってずっと見てられる古着だった。皆さんはどのアイテムが気になったでしょうか。ぜひぜひコメント欄に書き込んでおいてもらいたいなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。他に何あったの？他にこの金子さんのとこで買ったセカンドも悩んで。これね、これ。金子さん、ブティック。年末に悩んで、これとか。セカンド出てこなくない？これもへんてこでちょっとこれに通じるからカスタムしてんだよ。どういうこと？カスタムしてんの？なんで？自分で501をカスタムしてるのよ、この人。本当だ。やばくない？線ついてる。そうなの。ちょっと手作り。そうなのよ。ちょっとフォーマルに使いたかったのかなっていうのと、ここもボタンをつけて、いつもここで止めてお腹いっぱいになっちゃったってこと？そう、私がつけたんじゃないの、元がついてるの。これどこで買ったの？これ本当その辺の古着屋。へえ。もう撤収していいですか？すいません、本当に止まらないんですよ、こうやって。ずっと永遠の話してられるやつ。珠玉外なんですけどね。外だね。エクストラだね。補欠だったんだけど、ごめん、なんかそうなんですよ。